不動産屋さんの怪談です。今回のお話は東京板橋区にお住まいの男性の方からいただいたその方の若い頃の体験談です。さて、その体験者さんを仮に水戸さんとお呼びします。水戸さんは現在70代の方ですが、若い頃はとても優秀で、国立の一橋大学の学生でした。水戸さんが大学生の頃は学生運動がとても盛んでした。学生運動とか全学連とか聞いてもピンとこない方がほとんどだと思いますが、多くの学生が反戦運動や学生自治の改善を訴え、特に1969年1月の東大安田講堂事件は警察の機動隊も出動し、学生の逮捕者や怪我人もたくさん出たということでした。当時の国立大学の学生の多くがこの闘争に参加し、それがトレンドのようになっていました。そんなわけで当時の水戸さんもそのトレンドにはまり、学生運動に参加していました。水戸さんたちは日米安保に反対する運動を行っていたそうで、大学施設やその関係施設、また運動家児童などのあちこちに立てこもっていました。さて、水戸さんはある日、同じ学生運動の仲間2人と一緒に次の活動計画で地方の仲間と合流するため少し遠出をしました。でも実際はそれは若い3人にはちょっとした気分転換の旅行でもありました。鈍行の電車を乗り継ぎ、やっと目的の駅に到着した時はもう辺りはすっかり暗くなっていたそうです。そして現地の仲間が手配してくれた今夜泊まれるところに向かいました。そこは以前は民宿を営んでいた小さな農家の離れで、周りには一軒も民家が見当たらず、その家の母屋もすでに雨戸が閉まっていて、かなり静かでした。仲間からはその農家の離れは時々学生たちに素泊まりで明け渡されているようなことを聞きました。そして今夜はここには水戸さんたち3人だけが泊まるから勝手に中に入ってよいということでした。ああ、だからこんな静かなんだと3人はその時は思いました。ごめんくださいと一応声をかけ、早速立て付けが悪いガラス引き戸をガラガラと開けて離れの中に入ると、部屋は古くくたびれた8畳ぐらいの和室でした。でも若い3人は屋根のあるところで雑魚寝でもいいくらいなので十分でした。当時の農家の夜ですから辺りは真っ暗で、電気をつけても電球が薄暗く、真冬でもないのに古く擦り切れた畳は冷え切っていたそうです。でもちゃんと布団はきっかり3人分用意してくれていました。そこですぐその布団を自分たちで敷いたそうです。2人分を入り口の襖側に足を向き合わせる感じで敷き、もう一つを奥の壁側に敷きました。そして3人はすぐに布団に潜り込んだそうです。その時電気を消すと真っ暗になってしまうので、豆電球だけつけたままにしていました。まだ若い水戸さんたちですが、さすがに連日の移動に疲れていたせいか、布団に入るとすぐに寝てしまいました。しばらく3人は寝息をかいてぐっすり寝ていたそうです。すると深夜もだいぶ過ぎた頃、水戸さんはふと目が覚めてしまいました。めったに夜中に目が覚めることがないので、やっぱり慣れないところだからかなと思いました。でも一旦目が覚めると、水戸さんはどうも枕が変わったせいか、あとの2人のやけにうるさい寝息のせいか、なかなか眠りに戻れなくなってしまいました。すると水戸さんは、はて、なんで2人の寝息がこんなにうるさいんだと少し妙に思いました。そしてなぜか部屋の様子に少し違和感がありました。部屋は豆電球の薄暗いオレンジ色の明かりで奥までぼんやり見えていたそうです。
ふと何かがおかしい感じがしたので、水戸さんは少し頭を起こして部屋の中を見渡しました。座敷は狭かったので、3人の布団はギリギリにくっつけて敷かれています。水戸さんは廊下を隔てた襖側に寝ていたのですが、自分の足の先には友人の足がこちらに向いているのがすぐ分かりました。そして真横にはもう一人の友人が壁の方を向いて寝息を立てていました。何の不自然なところはありません。でも次の瞬間、水戸さんは何がおかしく感じたのかすぐに分かったそうです。自分と足が向き合っている友人のその隣にもう一つ布団があったのです。水戸さんたち3人分しか敷かれていないはずなのに、布団が4つになっていました。水戸さんは「あれ、どうしてもう一つ布団が増えているんだ」と困惑しました。そこはちょうど水戸さんの足元からは対角線上でした。するとその布団の中で誰かが寝ていることに気がつきました。その誰かは頭まで布団をかぶり、という大きな苦しそうな寝息をかいていました。その荒い呼吸をするたびに布団が上下にかすかに動いていました。どういうことだ、あれは誰なんだとほんの一瞬でしたが、水戸さんは誰かが勝手に入ってきたのかと思いました。でも即座にそんなわけがないと気がつきました。玄関は鍵がかかっていること、そしてガラス引き戸を大きな音を立てずに侵入することはできません。そして部屋の奥に行くには布団を一組抱えながら入り口襖側に寝ている2人の布団を踏んでいかなくては入れないのです。ですから人が入ってくれば気がつかないはずがありません。そして何よりもその布団だけ異様な不気味さがあったそうです。まるでそこだけ違う次元のようでした。すると水戸さんはあれと思いました。さっきまでその布団の中の何者かは頭まですっぽり布団をかぶっていたのに、今は頭の髪の毛が見えていました。そして気のせいか少しずつ少しずつ布団から顔の一部が見えてきているように感じました。その時水戸さんは直感的にあの布団に寝ている者の顔を見てはいけない、そう思い目をつぶりました。そして自分が起きていることをあいつに気づかれてはいけない、あそこで寝ている者はこの世のものではないと感じました。水戸さんの心臓の鼓動はどんどん大きく速くなっていったそうです。その最中も後の2人の仲間は相変わらず寝息をかいてぐっすり寝ています。その寝息に重なるように4つ目の布団からという耳障りな寝息が聞こえていました。ついに耐えられなくなった水戸さんは隣と足先に寝ている仲間を起こしてここから逃げようと思いましたが、なぜか声も出ず起き上がることもできませんでした。それでも大きな寝息が聞こえ続け、水戸さんはずっと必死に寝たふりをしていたそうです。そして早く朝になれと祈っていました。それからどれくらいじっと耐えていたのか、寝てしまったのか、ふと気がつくと辺りがしらじらと明るくなってきた感じがしました。そしていつの間にか部屋は静かになっていたのです。そっと目を開けてみると、4つ目の布団は消えていて、水戸さんたち3人の布団だけに戻っていたそうです。さてすっかり朝になり、水戸さん以外の2人の仲間も目を覚ましました。すると水戸さんは2人の様子がなんとなく変に感じました。あれだけぐっすり気持ちよさそうに寝息をかいていた2人なのに、
まるで一睡もしていなかったように疲れ切った顔をしていたのです。すると一人が「ねえ、早くここから出て行こう」と神妙な顔で言い出しました。するともう一人も「ああ、早く支度して出よう」と今にも部屋から逃げ出したい感じで言いました。その時水戸さんは「ああ、この二人もあのもう一つの布団に気がついていたんだ」と思いました。そして後で分かったことは、三人とも真夜中に目が覚め、あの謎の布団の存在に気がついていたのですが、お互いが後の二人はぐっすり寝ていて気がついていないと思っていたということでした。水戸さんもあの時恐怖から必死に寝たふりをしてやり過ごそうとしましたが、後の二人も実は同じで寝ているふりをしていたのです。そこで三人は急いで荷物をまとめて離れを出ると、昨夜は暗くてよくわからなかったのですが、朝日に照らされた母屋を見て三人は少しぎょっとしました。かなり老朽化した古民家で、窓はすべて雨戸が閉められ、庭は雑草が生い茂っていました。そして母屋そのものが不吉な何かに覆われているかのように暗く佇んでいました。それはおよそ人が住んでいるようには見えなかったのです。その日は3人ともヘトヘトで、もう学生運動どころではなくなり、まっすぐ東京に戻ったそうです。ただその後水戸さんはあの夜以来、時々この世のものではないものが見えるようになったということでした。そのお話はまたいずれ配信したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。